今からおよそ700年前ぐらいに、高麗、そしてモンゴル帝国に貴公子という女性がいました。とても波乱万丈な人生を送った女性ですが、今日はこの人のドラマの終わった後の話をしてみたいと思います。さあ、一旦まず、貴公子は MBC のドラマ、貴公子があって、で、MBC のドラマ、神童がありますが、今日はちょっと神童の写真を使ってみようと思ったんですけれども、戦隊ものの悪役、10連者に例えたらバンドラーみたいな衣装を着てるから、ちょっと皆さんが結構大変だと思いますので、今日も以前の動画と同じく、ハジオンさんの写真を使いたいと思います。じゃあ、一旦まずこの動画が初めての方のために簡単にお話ししますと、貴公子は、吉氏という人だったんですけれども、高麗の出身で、高麗がモンゴルの家臣国だったため、高麗からモンゴルに上納された女性だったんですが、そこで皇帝の寵愛を受けることになり、貴公子になった素晴らしい人生の人物でした。で、当時の高麗はとても国家的な危機だったので、吉氏を使い発言力を確保しようとし、そして吉氏も結局植民地出身の上納された女性だったので、政治派閥が少なかったので、お互い手を組むことになります。で、これによっていろんな過程と試練を経て、貴公子がモンゴル帝国を支配することになります。ドラマではここまでお話をしてから悪役がみんないきなり消えていってドラマがおしまいみたいな感じだったので、今日は実際の記録に基づいてドラマの後の話を皆さんに紹介してみたいと思います。じゃあ、一旦まず、貴公子が皇后になった時の男二人、つまり王様ですね。この二人のちょっと見てみると、モンゴルの皇帝と高麗の王。じゃあ、名前に恵みという漢字が入ってるのわかりますか？じゃあ、この恵みという漢字は、その次の世代が、以前の亡くなった王を思う時に、性格は良かったという王につける漢字です。つまり、性格は良かったということは、無能だったということです。何もできなかったので、せめて何で褒めたらいいんだろうと言ったら、性格は良かったということで、この恵みをつけるらしいですね。つまり、貴公子が皇后になった時に、モンゴルと高麗の王二人はかなり無能な王だったそうです。で、一旦まずモンゴルの皇帝から見てみると、帝国が長く続いてたので、モンゴル帝国の分裂の危機の時の王だったんです。そして貿易をやっていたヨーロッパの各国が黒死病によって、ちょっと貿易も苦難になって、他の植民地に対する影響力もだんだん減っている状況でした。なので中国大陸各地では植民地と反乱の独立の動きがあるような状況でした。で、ただ、幸いだったのは、徳川という名将軍がいまして、彼によってモンゴル帝国がある程度安定をしてましたので、皇帝は徳川を信じて、もうちょっと自分の勉強したらよかったのに、平和だから遊ぼうと言ってて、かなり遊んでたそうです。こういったところだけ見てみると、宗教的にもかなり無能な王でしたね。で、この高麗のドラマではワン・ユーですが、実際韓国ではチュンヘイ王と呼ばれる人なんですけれども、この人はすごいですよ。朝鮮半島最悪の君主と呼ばれています。朝鮮時代の最悪の王、ヨンサン軍よりひどいと言われています。さあ、一旦まずいろいろありますが、王子の時から犯罪と迷惑行為を繰り返すなど、周りからの評判がとっても悪かったようで、さらにかなりの女好きで、自分のママ母まで襲うぐらいの、宗教的に見てみたら人間以下のものでした。結局ママ母を襲ってしまいますが、ママ母がモンゴルの皇族だったんです。なのでこのモンゴルまでこのお話が入りますよね。それで先ほど言ったモンゴルの皇帝は高麗の王を召喚して、無能で軽蔑するやつと言ってかなりひどい発言をしてから殺そうとするんですが、最後の配慮として追放刑を下します。ただこの高麗の王は追放途中で肝死してしまいます。で、この記録を見てみたら、高麗の王が他国で死んだのに、高麗の民は王を喜びしたという記録がありますので、かなり無能な王だったそうですね。じゃあ、とにかくモンゴルの皇帝も高麗の王もこういった無能の時に貴公子は皇后になりました。一体どういった気持ちで皇后になったんでしょうか。
じゃあ今から気候語の話をしてみたいと思いますが、元皇后が死んだ後に気候語は、まず元皇后はモンゴルの大きい貴族だったので、彼女の財産を全部手に入れることになります。それと自分の側近1、雇用部に皇族の財産管理を任せて、皇族の財産まで気候語が管理することになります。これによって財産を確保することができました。で、それと、いろんなライバルがあるにもかかわらず、自分の息子を皇太子として確定することになり、そして、自分の側近に、パクフラに、モンゴル帝国の軍事権を任せて、彼を皇位官僚に任命して、軍事権まで掌握することになります。かなり素早く動き出しますよね。そして、気候後の野望はここで終わりません。皇帝に高麗人の側室2人を入れましょうと提案をします。この時に、ドラマでは2人は最後までお互い愛し合ったように描かれますけど、記録を見てみたら、モンゴルの皇帝は気候後のあまりにも強い権力欲を見てて、関係は悪化してたようです。じゃあとにかく気候後はこうやって皇帝に他の高麗人側室2人を入れましょうと提案したのは、帝国に高麗人を増やして自分の勢力を増していこうとする魂胆だったと思います。それで気候後は高麗にもっと情勢の上納を要求することになりますが、じゃあその時の高麗の王は国民王という人が統治をしていましたが、国民王はその前期はこのキチョルという人によってあまりにも自分の王権を発揮することができませんでした。このキチョルは気候後の兄で、気候後が帝国の皇后、権力者になっているから、それを背景に高麗の権力を掌握することになります。じゃあつまりモンゴルでは気候後が、そして高麗ではキチョルという騎士家紋がこの大陸と半島の権力を握ることになります。で、結局これによって、また今と同じくモンゴルに女性たちが連れ去られますが、前は奴隷のように連れ去られたとしたら、今回は待遇が違います。モンゴルの貴族がみんな結婚してくださいと言って求愛をしてくるんですね。じゃあ、その時はなぜかと言ったら、気候後の影響によって、モンゴルの貴族の間で高麗女性との結婚が大人気な雰囲気がありました。記録を見てみますと、モンゴルの貴族の間で高麗人の女性の奥さんがいないことが恥だと思われるくらいの雰囲気だったそうです。そして、それだけじゃなくて、当時のモンゴルの伝統衣装を見てみると、日本の着物のようなワンピーススタイルですが、その時の絵の記録を見てみたら、ツーピーススタイルが増えます。もちろんこの中で高麗人もいると思いますが、記録を見てみたら、モンゴルに高麗の衣装が大流行することになるということですよね。つまり、これも気候後の影響だそうです。じゃあ、こういった状況のことを考慮やんと言って、モンゴル帝国に高麗のものや言葉が流行ることになります。今の韓国ではこれが一番最初の韓流と言っています。じゃあ、とにかくまとめてみたら、気候後が皇后になってから、いい宮女たち、つまりモンゴルに上納される女性たちは、また増えたんですけれども、あえとは待遇がだいぶ変わったことがわかりますよね。奴隷としてじゃなくて、お客さんとしていたと思います。じゃあ、こうやって自分の力を大きくしていた気候後は、帝国を支配する植民地出身の女性という素晴らしい経歴として歴史に名を残すことになります。で、ただ、そのままハッピーエンドで終わったら良いものの、じゃあ実際その後からは、気候後の試練が続きますが、先ほど言った気候後の兄、キチョルは、高麗で王より強い権力を持っていたんですね。かなり王を無視したりとかする、ちょっと暴れたらしいです。で、その時の様子が見れるドラマが SBS ドラマの真意なので、時間があったらご覧ください。なので、この時の国民王もうちょっと死にに変えてみますね。死にの国民王はこの俳優が
が演じたんですが、じゃあ、国民の話をちょっとしてみたら、戦王と違って、無能ではない。有能でもないけど、無能でもない王だったらしいです。なので、キチョルを罠にはめて暗殺することに成功します。そして、キチョルだけじゃなくて、キチョルの家族まで皆殺しするということになりますが、これは結局、気候後の家族も殺すことになりますね。気候後の耳にこの話が入って、気候後はすごく怒りながら、高麗の王を変えると言って、モンゴルの大軍で高麗を攻撃することになります。モンゴルの大陸の大軍が小さな国高麗を攻めてくるんですよ。で、この時高麗はもちろん緊張しますが、なんと当時高麗にはチェヨンとイ・ソンゲという有名な将軍がいまして、この二人は朝鮮半島の地理的な利点を利用してモンゴル軍の撃退に成功します。イ・ソンゲはこの戦闘によって高麗全体に認められる将軍になりますよね。これで気候後は初めて痛い目に遭ってしまったんですが、で、その後気候後の試練は終わりません。先ほど話したように、当時、モンゴル帝国は各地で植民地の反乱と独立の動きがありましたね。それを徳川というとても立派な将軍が何とか抑えてたんですけれども、徳川が政治謀略により特殺されるんですよ。で、その時に漢族の名誉を復帰させようとする国家、明が立ち上がることになります。この明はすごい勢力を持って、ものすごい勢いで強くなりますが、結局これによって気候後家族は北のモンゴルの元の土地に逃げることになります。この逃げる過程の中で気候後は高麗はどうして援軍を送ってくれないかという、文句を言ってたらしいんですが、高麗としてはこの前まで戦争した人だったんですよね。なんで送るのという話になると思いますが、とにかくこういった記録もありました。じゃあその闘争の中で、モンゴルの皇帝が病気で死亡してしまいます。それによって気候後の息子が皇帝になり、じゃあこの息子が1370年から8年間モンゴルを支配することになります。その後から気候後の公式記録は見つからないんですよ。その後どうなったのか全くわかりませんが、おそらく、この皇帝の母として普通にモンゴル大陸で亡くなったんじゃないかと思われますが、その300年後の朝鮮の、地理事情、みたいなのがありますけれども、その時に気候後の墓はヨンチョンというところにあるという記録がありました。このヨンチョンというのは現代の韓国の38度線の近くにある地名なんですけれども、そっちを行ってみたらこうやって何もない普通の原っぱのところで、高麗のお墓遺跡が多く発見されます。これによっておそらくこっちが気候後のお墓であったと考えられています。先ほど言ったドラマ気候後は2013年放送されたので、人々が興味を持つことになり、2014年、先ほど言った気候後のお墓だったと思われるところで、慰霊祭が行われることもありました。一応、記録によりますと、気候後は自分が亡くなった後に、高麗にお墓を作りたいと言ったらしいので、一旦こっちがお墓かもしれませんが、高麗の記録には、この気候後の墓に関しては、一言も書いてないので、今のところではあくまで予想です。じゃあ今日はここまでです。気候後は、韓国としては、高麗の歴史の記憶を持ってきて、結局気候後が同じく高麗人だったのに、モンゴル帝国の権力を握っても、高麗の待遇は良くなかったということで、かなり非難されている情勢なんですが、国家とか全部置いといて、一人の人として見てみると、上納された女性としてモンゴルの皇帝の奥さんまでなって、さらにそのモンゴル帝国の実権力者までなったということは、歴史でこういった人物多分おそらく少ないんですよね。かなりのすごい人物だったと思います。聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。